忙しい中ありがとうございます。あんたが忙しいの。俺日本語でも大丈夫なの？はい、全然大丈夫です。あ、本当。はい。カムサムニダ。まあ一応ご紹介して始めたいと思います。はい。まあさすがの僕たちこの Weverse っていうなんか僕たちの会社でまあ作ったなんかいつもやってくださるインスタとかそういうライブ方式となんかファンクラブブログサイトとのなんか組み合わせみたいな感じのアプリなんですけど、はい、なんかこうやっていつもまあインスタライブ的な感じで私が毎日やっています。じゃあ今日はそのエアハイフンのライブでの初めてのゲストを初めてはい、このアーティストとするのは初めてのあら、ありがとう。で、今日こうやって僕と一緒にコラボしてくださったグレイの皆さん、ようこそ。よろしくお願いします。はい、なんかそうですね。まあこんなことになるとは、まあ僕が好きだった頃から全然思ってもなかったし、まあ夢見た光景ですけど、はい、なんか今日 M ステお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。素晴らしかったもんね。もう2人のパフォーマンス。最後ね、本番始まる直前に絡んでいくからね。もう熱が伝わりました。最高でした。いや、楽しかったな。そうですね。一連の流れで今日が最後かな。J と一緒にやるのは。今まで計画の通りなそうね。と思いますけど。ハイフン返さないと。忙しいもんで。ツアー中ですから。そうですね。まあ今日この M ステーションでまあ初めて曲とそしてミュージックビデオに続いてエクスポの公演でそして今日まで M ステまで今まで計画になった僕が参加するグレイ30周年の活動はここまでだと思います。楽しかった。でもなんかまだなんか先ありますからね。まあいつかなんか同じフェスティバルで出たり、まあ同じ番組に出るかもしれないし。あ、いや本当に。この曲がフーダニットがあればどこでも行けるよね。はい、そうですね。韓国も行ける俺たち。その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね。いや今回なんかファンの皆さんもすごく楽しみにしてくださったまあそんなコラボですけど、本当。まあいろんなことはありましたよね。短い時間。いろんなことあったし、TikTok もやったしさ、そうですね。なんかそういうのもあったから、なんか韓国のロケがすごく楽しい思い出になりましたよ、僕らも。ありがとうございます。で、まあグレイの皆さんも TikTok するのは初めてだと言ったし、初めてです。僕もこうやって一緒になんか一緒に他のアーティストとこうやってライブするのはこのNIFのチャンネルで初めてなんですよ。そんなになんか他のアーティストとする機会もあんまりなかったし、まあそういうなんかチャンネルもこのアプリでチャンネルもまあアーティストそれぞれなんですよ。都合ができなくて、まあアーティスト同士で同じライブ放送することってあんまりなんかすごく親しい感じじゃなければあんまりそんなことがなくて、まあこんな初めてにすることになりました。でも濃い時間でしたね、本当にレコーディングから始まり、そうですね。MV を撮って、ベルンドームやったし、最後はテレビっていうね、非常に良いコラボレーションでした。僕ら的にね。ありがとうございます。ありがとうございます。僕こそ。で、まあ初めてにこのコラボの話聞いたとき、まあするならこれくらいはまあしておきたいなとか思っている活動は僕的にはまあギリギリ今日の M ステで全部満たしたと思いますので。いやそう言ってくれて本当にありがとうございます。本当なんか良かったと思います。いや J がね日本に残ってくれたっていうのも嬉しいのね。残ってくれたし早く来てくれて、そうね。一日早く来てくれてベルナドームメロさんが来てその次の日コンサートをしてね、埼玉スーパーアリーナで、昨日は福岡か。全員で埼玉スーパーアリーナのコンサートも見せていただいて、名前も呼んでもらっちゃったりして。本当に改めて素晴らしいグループの中の素晴らしい才能と仕事したんだなっていうふうにステージ見てて
なんかいつも会ってる J とは違う、もうすごいっていうあれを感動した。ライブの後にね、バックステージと皆さんとご挨拶させてもらった時、みんな優しいね。いや、魅力的。本当に魅力的。で、ニキ君はほら、日本語話せるから、ちょっといろいろと話させてもらって、すごい、J がお世話になりましたって言ってたよ。まあ、なんか踊る歌手の舞台って、まあ前に見たことありましたか？いやでも結構ね、韓国のそのダンスユニットがイベントで来る時で、その時にはよくなんか見に行ったりとかしていて、でエナイプの話を聞いたのも3年ぐらい前だよね。ジローからなんかかっこいいグループいるんだよって聞いて、夜中みんなでこう見ながら MV 見ながら、そう見てて、ありがとうございます。まさかね、こうやって J と一緒にね仕事できるとは思わなかった。本当に僕もなんかびっくりです。もともとなんか個人活動ってまあ僕たちもそうでしたし、まあ会社も全然思ったことがなくて、まあ最初はなんか会社でなんかこういうなんかまあそのまま韓国の会社になんかこのコラボの話が来ましたっていう話をなんかもらったらそうなんですけど、まあ会社のその上の人たちがまあハイブリーブジャパンになんか相談して、このコラボどう思いますかって言ったら、なんかハイブジャパンの皆さんがこれは絶対にやってください。まあどうこれはまあ考えたことがあるとかないとかそんな話じゃないで、絶対にやってください。これ絶対にやらなきゃいけないですとか言って、まあ会社もそうなんですかとか言って僕に話したんですよ。そのなんか公演20分前くらいだった。シンガポールの公演20分前。マジか。君ちょっと来てみてとか言って、なんかすごく上の人だし来てみてとか言ったら、なんか僕なんか悪いことしたっけ？悪いことしたっけ？どうしよう。20分前に言わないよ。どうしよう。なんかついていたよね。公演すぐ前なのに、いやメンタルどうしようとか思ったんですけど、そんな話聞いてなんかグレイですかとか言ったら、わあまあそのままとにかくやります。後で話してください。ありますね。嬉しい。その時本当びっくりしました。こんなに急になんか個人活動始めるとは。そうだよね、急だよね。まあもちろん心の中ではずっとJ やりたいなと思ってたんだけど、いやでもまさか実現するわけないから、ずっと自分の心の中にこう留めておいて、だからやっぱり J しかいないってことでメンバーに相談したら絶対やろうってことになって、だからまあ本当に急に感じたかもしれないけど、グレイとしてはずっと探していた素晴らしい歌声っていう、そこは本当にまずハイブの関係者の皆さんに本当にご理解いただいてお礼を言いたいっていうことと、あと何よりこのコラボをこうちゃんと温かく受け止めてくれたハイブのファンの皆様、エンジンの皆様、本当にありがとうございます。本当忙しい中ね、大変だったと思うんだけども、本当にもう前向きに、そして精力的に参加してくれて、僕ら30年ぐらいもやってるんですけど、30年真面目にやってきたご褒美を、J とエンジンの皆様にいただきました。本当にありがとうございます。本当なんかそうですね、いつもロックバンドに本当憧れていて、実はね、なんか日本の音楽もいっぱい聞いたんですよ。なんか日本語を分かる頃になったところに、時になんかすごくその前にはなんかリズムとか、なんかボーカルの感じしか聞かなかったんですけど、歌詞をなんか理解できる頃になって、すごく日本の音楽もなんか歌詞も本当に良くて、まあその僕今言語を韓国語、英語、日本語してますから、なんかそれぞれの言語でなんか同じ言葉なんですけど、なんか使える言葉と使えない言葉がなんか国それぞれ
違うと思います。そうですね。だからなんか韓国語で言ったらこういうのはなんかちょっと気まずい感じがするのに、英語で言ったらよかったとか、英語で言ったらなんか気まずい感じだったら、まあ日本語で言ったらこれはありみたいな感じのなんか単語とかもあって、すごく国それぞれなんか歌詞になんか魅力が違うと思いますけど、まあ日本のそのなんか感情をなんか盛り上がってくる感じですかね。なんか僕的に見たら。いやだって今回ね作詞家 J としての一面も見ましたけども、鬼の声が響く、もうこの一行見た瞬間もう勝ったと思う。これはもう強い言葉だし、さっき言った多分何語で考えるかで全然違うと思うんだけど、日本語でもしかしたら考えたのかな、最初歌詞書く時は。その言葉とメロディーとリズムがもうバチッとはまってて、その時ね、僕ら地方にいて J からもらったボイスメールみたいなのを聞いて、あ、もうこれはもう大成功だねって車の中で大盛り上がりしたんだけど、そう今回は本当に作詞家としての、あと日本語で書くというその難しい仕事を完璧にやり遂げましたよ皆さん。そこもぜひ注目してほしいと思います。本当いろいろありましたね、本当。今日の M ステあれでもね、ハイド君もいるしさ、そうですね。なんかマイファスのメンバーもいるしさ、本当なんか日本のロックバンドのね、人たち J もよく話してたけれども、本当光栄でした。今日なんか出るのは事前に聞いたんですけど、何日前、まあこんな人たちが出ますとか、まあ見せてくださったんですけど、なんで今回でこんなね、本当だよね。しかもすごい人たちばかり。ビリー・アイリッシュ。これはびっくりしました。なんか急に本当急にサプライズで。そう、CM 中にね、写真撮ったんだよね。俺たち最初はやっぱり俺たち恥だったし、時間ないし、これ写真は無理かななんて話してたんですよ。ちょっと遠すぎた感じがだけど、ハイド君が CM 中にグレイジ行こうよみたいなこと言ってくれて、俺たち全員ハイド君についてって。そしたらまさかの J、テル、タモさん、ビリーって。すごい。すごい。すごいな。絵が強い。この世界が終わるまでまあ二度と見えない光景。本当はね。本当なんかバラバラ、まあ世界中の人たちが集まって大物司会を中心に。俺もびっくりしました。いや、本当いろいろありましたね。ありましたね。ただ J はちょっと悩んでいる。どうしたんだよ。J は悩まないでしょ。J は会った時からずっと悩んでることがあるんだ。なんだ。エフェクターの並び方やずっと悩んでいる。相談相手にやれ。ちょっとね、なってたんだけど、俺が最初だねみたいなね。そうなんですよ。今回はね、ベルナードのギタリスト J としての共演もあって、まあ今日の M ステのね、最初の YouTube なんかではちょっと入り方間違えたって言ってたけど、全然問題ないです。本当に。それこそあれがザ・ライブって感じで。まあ急にできた事故もそのままいく。もちろんそれが面白いんじゃない。そうですね。なんかいろいろなんか僕がデビューした後なんかいろいろありましたけど、まあこんななんか最近もそうなったと思いますけど、こうやって本当になんか頼りになりすぎる先輩たちとこうやってありがとうございます。一緒にできて、まあいろいろ学びましたし、本当これからも活動でもまあ今回のことをずっと思いながらもうちょっと頑張れるんじゃないかなと思うことになりました。本当。まあこうやってまあ僕もうファンの皆さんはほとんどまあ当然のようにしてると思いますけど、僕ギターが本当大好きで、まあそういう周りになんか職業でギターをやってる人って先生しかいないんですよ。先生しかなくて、まあその多分まあその先生との話した時もそうだったんですけど、多分
装備の方はなんか、先生より僕はずっとなんか変態みたいな感じで変な日本語ブルじゃない変態じゃなくてこだわりね先生よりもこだわりがあるってことだよね。なんかすごくまあ本当いっぱい、まあいろんなものを調べるのも好きだし、まあ、先生もなんかあそんなことあったのみたいな感じで多分しますから、なんかこれから誰になんかこういうのをなんか聞くんだろうとか思った時に、まあちょうどそうか出会ったコラボと出会えて本当まあとてもなんかこれからの僕の人生にとってもいいなんかとてもいい成長をなんかお見せできるんじゃないかな。そうね、ギタリスト仲間としてこれからも、いろいろと情報交換していきましょう。本当助かりました本当。いつでも何でも言ってください。まあ日本のお父さんに何でも言ってください。何でも言え。お腹空いたり、ギターのお寿司行くよ。メンバー全員メンバー全員連れてきても大丈夫だよね。ね、高くなるけど。大丈夫です。テルさんはご馳走してくれます。本当まあそしてなんかこういう作詞するのも初めてでしたから、まああんまりそんなに日本語難しい感じに考えたことがあんまりなくて、まあもっと伸びる機会にもなった気がしますね。本当にメロディー、歌詞、リズム、これに関してはもう満点だと俺は思います。もうで本人が歌うっていうこの最強のコンボを僕はだからすごく刺激も受けました。もっとシンプルで強い言葉っていうのはあるんだなっていう。本当なんか最近そうですけど、まあ日本ツアー期間ではまあいつもなんかまた戻ってきたら、まあ最初の部分ではなんか日本語をちょっとまた出さなきゃいけないその時があったんですよ。なんかツアー来る時で、まあ最近まあグレイの皆さんともいっぱい話して、まあ作品もして、まあどんどんそれがいなくなってる感じが本当にして、ストレスじゃなくなってる。はい、昨日もなんか普通に夢見たんですけど、たまにそうなんですよ。日本に来る時たまにそうなんですけど、まあいろんなセフさんとか、まあ人たちと日本語で普通に喋ろうとするから、まあたまに夢見る時に日本語で夢見たりする。それはすごい。なんかいつもツアー期間のなんか最終日のところに夢見たらそんな感じなんですけど、まあ昨日もそういう夢見ました。寝てる時ぐらい休んで。いや本当。だってまだまだねツアーはそうね。フェイトプラス日本ツアーも続くからまだまだたくさんね日本に喋る機会あると思うけれども。まあでも今回のツアーで東京に来る、まあ機会がなかったんですけど、まあこうやって僕だけ東京を満喫できる東京を満喫できる特権を選びました。本当にそうか、みんなもう帰っちゃったのか。はい、そうですね。そうか、そうだ。なんか同じ今日の朝みんな韓国に帰っちゃって僕だけ東京に過ぎそうで、Mステイエイ。Mステさんのおかげで僕らも4年ぶり。なんか Mステ一人でなんかチームで一人に来たら、すごく違う感じします。そうですよ。それでいつもはさ頼れる仲間がいるけどね。いつもなんか今日どうしようみたいな普通になんかそこで僕たちの反応を韓国語でしますから、まあたまになんか日本語喋ったり韓国語喋ったりするんですけど、今回はまあそのまま日本語でずっといたら、確かになんかまだまだだな。全然いやだからタモさんがね J がどうなのって言ったらちゃんとなんかたまになんかちょっとだけ疲れたら、まあ、出ない感じがいつもあるんですけど、わかる。まあ今度一人で回してるじゃん今。なかなかよ。4人のおじさんを1人で大したもんだよ。本当に
ツアーツアーっていうかそのエクスポの後でご飯も一緒に食べましたね。本当楽しかったですね。ま今回また打ち上げやりたいね、どっかでね。あ、はい、そうですゆね。っくりとゆっくり韓国に行きたい。俺は韓国でやらない？会社の社員旅行ってことで計画練るわ。ね。まあいつか来たら絶対やらせてください。まあはい僕もまあ飛行機乗りすぎる直後なんですけど、そうですねまあでも韓国にあったら絶対に行きますので、はいはい、呼んでください。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい。まあ何分だったでしょう。ジェイこれどうやって終わるの？なんか終わるって言えば終わるみたいな。あ、そうなんですなんですけど、今20分ぐら。はいい、20分前ですね。まあもういつでも僕らもう全然この後全然時間ある。はいいくらでも。なんか楽器とかね、機材とかで分かんないことあったら、日本に結構いろんなヴィンテージものがたくさんあるから、何でも着れる。ヴィンテージ好きだよね。好きです。ヴィンテージ好きよね。函館にもたまに吹いてるから。函館。北海道のね。はい函館ね。そうそう。その中見に行ったらいっぱいあったの。あ、もう大量に買ってあるから今度見せるね写真。連れてってあげなよ。テルスタジオに。ね。皆さんもなんかそんなライブ見ました。なんかコロナ時代になんか、それぞれの作業室でなんかそうだね。映像を通過してる。リモートで。はい。うん。まあでもまあスタジオ、個人スタジオすごかったですよね。すごいですよ。まあ本当全員すごかったです。やっぱり今の時代ね、まあ、でもコロナになったけどバンドは止めたくなかったんで、こうそれぞれの自宅のスタジオをこうパワーアップして、なんでそれでも作品作り、バンドは常に動いていて、ファンの子たちが寂しくならないように、一生懸命頑張ってたね。あ、でもなんか急になんかインタビューみたいになるかもしれないんですけど、これはなんかまあ皆さんが見てる時になんか聞かせてもらいたいという質問があったんですけど、僕らになんかまあちょっと急に難しいやつで出るかもしれないんですけど、まあ特に僕もまあレジェンドを目指してまあ今走ってるアーティストの一人として、まあ特にもうレジェンドの中でのレジェンドになってる本と日本でのレジェンドバンドの僕らの皆さんが見た時、なんかこれからのなんかバンドの依頼ってどう思いますか？いやもう僕はもう20年後30年後のグレーの未来を頭の中で描いているので、久しがやりたくないって言わない限りは一応拓郎はいつも不完全なデモテープを送ってくれる。今いいふうに言ってるよ。不完全なのが届くから、しょうがねえなと思ってプロツースでこうセッションデータ作ってやって返す。こうやってやるんだよ。下ごしらえって。ふん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 。そうふんふん。フーダニットだってクリック入ってなかったからね。久石さんこんな感じでわかるよ30年付き合ってると。未来はやっぱりもともとそうバンドをやってるんだけど、バンドをやってるのも大事なんだけど友達だと思ってるから、だから友達とこう遊びでバンドやってるみたいな気持ちだから、別に音楽っていうか音楽性とかは別にもうみんなが好きなようにやればいいと思うし、でせっかく30年やってきてるんだ、まあテルもステージで言うけど、もうこれからグレーは解散しないっていうふうにテルはステージ上で宣言したから、解散しないっていうことはしないんだと思って、最後の一人が残るまで延期でもねまあしょうがないんだけど、もう30年もやってるやん。でもだからみんなもう健康でこう楽しくバンドを本当にもう死ぬまで続けたいっていうのが俺たちのこれからの未来、でまあこうやって30年経って J のようなアーティストとこうやって
コラボレーションすることも何よりの喜びだし、でこれがまた40周年とかになってまたファンの人たちともう40年間応援してくれてる人なんて言ったらたくさんいたら嬉しいじゃない。だから期待を裏切らないように、本当になんか僕的にはロックって、まあ僕はロックを一番好きな理由でもあるんですけど、なんか一番なんか長くなんかできる音楽の中で一番かっこいい音楽だと思ってすごく大好きなんですけど、本当僕的にはロックってなんかまあ髪の毛が全部白くなるのが始まりだという感じです。いやまあね、まあハゲられない最高のお医者さんを知ってる。知ってるから大丈夫だよ。まあその前にもなんかイーグルスとか、そうだよね。レジェンド的なベンドの皆さんがまあ全部頭、まあ髪の毛も真っ白くなって全部なんかおじいさんになって、そうやってなんか公演したりそういう時見たらまあ一人で部屋でまあ泣いたりまあそういう。そうなんだ。いや本当。まあそういう。そっか。そういえば我々クイーンと対話したからね。それで言ったらね。クイーン真っ白でしたね。ブライアンも。でもギターはね、すごかったよね。スリムで走っててさ、80歳ぐらい。80歳じゃあ何年後よ。今までやった人生2回繰り返した。2回繰り返しても足りないんだよ。4回だもん。じゃあ最後になんか、まあ本当に簡単な質問なんですけど、こうなんか30年近くなんか30年超えをしたバンドじゃないですか。僕らよりもなんか9倍くらいはまあ皆さんでなんか休まなく、まあ一人もなんか出ることなくこうやって30年を活動していらっしゃるんですけど、まあこれから、まあこの映像を後でメンバーのみんなに見せますから、その30年をやってるバンドとして、まあ長く活動するコツとかありますか？もう僕の気持ちはさっき言ったんで、やっぱりテルのなんかこう熱い気持ちで引っ張られてる部分があるから、多分そういったグループの長くやる秘訣は多分テルが一番知ってるだろうから、最後のテルさんにとにかくメンバーが大好き。シンプル。これがあれば続くと思うね。だから喧嘩をする時もあるし、なんかこう嫌だなと思う時もあるかもしれないけど、でも俺たちも20代とか忙しくてこうねギスした時もあったけども、でも10年後にはまたこうやって笑顔で楽しくこうやってる姿があって、そのまた今年は30周年っていうまた大きな壁を乗り越えてこの4人でいるので、やっぱこう困ったら相談する。で、やっぱこうメンバーが一番っていうのを大事にしていけばいいんじゃないかなと。自然になんかこうお互いに支え合って気がつけば10年過ぎてるっていう感じになるんじゃないかなと思うので、あとはやっぱりこう自分のそのね今やりたいことを全部磨いていくというか、技術を磨いてみんなに置いていかれないように頑張る、日々努力するっていうのが大事なんじゃないかなと思います。僕も26年のことなんですけど、まあこれからもまあ心に刻して頑張ります。いや本当に楽しんで幸せな時間をありがとうございました。はい、木下さんと中尾さんって本当もう大切なきっと友達になってる。私のギターに名前つけてよ。僕そういうの好きなんですよ。有名なアーティスト、ギタリストとかなんか名前つける人多いんですよ。なんかスレッシュみたいになんかビットリアとか、そういうビビキング男子とか、そういうのはかっこよくてなんか魂があるみたいじゃないですか。いいと思うよ。もっと音が良くなる感じがしますし、まあ全部名前つけてるんですけど、まあ銀です。銀。山崎。しびー
渋いぜナイス J いやじゃあ銀ちゃんと愛し合っていい音出してくださいね。テルさんも本当にボーカリストとして本当に大切な経験をくださったし、ジローさんがいなかったら僕はこういうなんかコラボもできる。私本当にありがとうございました。今日じゃあいつか、またいつか復活するかもしれないこのコラボ、皆さんも忘れてなくこれからも見守ってください。じゃあそういうことでお疲れ様でした。では、永遠の絆に。初めてやるから分かんない。育成じゃないのこれ。行くぜもういいんじゃない。じゃあこれからもエライブングレーのですね、未来の永遠の絆と幸せを願い、いきます。いらない自動で閉まるのはないですから、こうやって自動で。歌いましょう。いい内容だったね、でもね。